オールドマックスボスです。タカさんです。今日は68のアーリーショベルの車両のご紹介になります。はい、じゃあレッツゴー。車両紹介。68年のアーリーショベル、ジェネレーターショベルですね。フロントが74スプリンガーの、パーカーライドのスプリングの21インチホイールドラムリブタイヤ、フレームがアーリーフレームをハードテールでリジット化して、リアは18インチ、これはファイヤーストーンのブロックタイヤですかね。トランペットのアップスイープのダブルと、勢いがいい感じだね。特徴としてはナローエイプって感じですかね。これはスカイだね。一番高いやつ、ね。ここがちょっとナロー、エラがあまり張ってない感じで、あとは作り物はタカさんからどうぞ。じゃあタカさん、行ってみましょう。作っていくにあたって、はい、結構前半の方ではい、シーシーバーを作っていくんですけども、これはもうお客さんの要望の形で、丸棒で作っていったので、この雰囲気を他の造形物に対しても、なるべく生かしていこうかなというところで、具体的にはチェーンガード、自分がやるときはいつも細長い平板でこう曲げてっていうのがよくやる感じなんですけど、今回はもう丸棒2本くっつけてそれをこう曲げる感じ、であとはそうですね、ステップのところとかを丸棒で雰囲気崩さないように、とは言いながらも丸棒ばっかりだと、くどくなっちゃうのかなというところで、ちょっと遊び心で、チェンジレバー、これちょっと平板でねじりして、この辺はそっちから取ってもいいですか。この辺はちょうどクラッチのこの辺のやつと雰囲気が近いんで、バランス崩さないかなと思いながら作りました。要望はこれ、カバーです。これ今オープンですけど、これ最終的な最適化というかメンテナンスでの作業性の関係上ちょっとカバーついてないですけど、カバーつきます。わかりました。今はオープンプライマリー。なのでここちょっと隙間空いてますけど、カバーつけるといい具合になるんで、攻めてあるってことですね。あとはマフラーの長さをまた、毎度じゃないですけど、いろいろこうパターンを短くしてみたり長くしてみたり、この上下の長さをちょっとバランス変えてみたりっていうので、いろいろ見て、周りと相談して決めました。リアタイヤよりはちょっと短いぐらいですね。収まり方は。これボス、マフラーは、アップスイープの人気のほどは、アップスイープ、そうだね、多いですかね。ちょっとこう手を上げたり、足を上げたりしたいっていうスタイルの方はやっぱり勢いが、やっぱマフラーも上げる確率は高いですね。もうかなりあれですか、100% に近いぐらい手が上がってれば上げたいって最初から要望する方が多いんですか。結構やっぱそうだね、イコール的なところはあるね。あとはね、そのカッターをフィッシュにするとかシャープにするとか、くっつけるだ離すだ、いろいろありますけどね。結構第2の方でもあれだもんね、高さんね。大体こうマフラーが上がってるのってハンドル上がってるの多いよね。そうですね、全体ね。バランス的にも前後のバランス的にもそれがいいのかな。あと CC バーか、これ3点だね。長いねものは。
やっぱ憧れますよね、ちょっと、チョッパーらしいというか。そうですね、CC バーの、この形はオーソドックスというか、間違いのない形なんですけど、長さ的には、お客さんがもしかしたらこうかける時に手かけるこうかもしれないし、こうかもしれないし、こうかもしれないっていうのを考えながら程よい長さで収まるように、バランス考えながら、極端に邪魔になったり、目立ったりっていうことがないように、作ったつもりです。持ちますもんね。僕も長い方ですけど CC バーはやっぱかける時持ちますよね。後ろからこう楽だよね。ここよいしょって乗らなくていいみたいなね。これでドラムが向こう行ってくれてるから、ハブがアクスルのハブがやっぱりもろ出てくれる前後、それはやっぱいいよね。かっこがいい。塗装はどんな感じに？これは塗装はマットな仕上がりですね。マットブラックにアイボリーのフレームス。塗装は最初と変わったのかな。あ、そうなんですか。塗装だけじゃないけどいろいろ商談の時に話します。わかりました全体的にはちょっとやれな仕様で作ってあるっていう感じですかね。わかりました。じゃあちょっと外出してエンジンかけてってみましょう。商談の時のお話をお願いします。新潟県 K 様、新潟県 K 様、最初ですね、確か、息子さんと一緒に乗るっていうことをいいですねおっしゃって、お二方で見えていろいろ話して、で全く違う形でしたね最初ね、スポタン、ブルバック、キング&クイーン、ショート、もうそれだけ違えばもう全然違う車両だよね。そうですね。そういう車両は車両でね、まとまりやすい形なんだけど、次に、変わったのが、まずピーナッツのハイで高くいってで変わって、シートが変わって、ハンドル、このハンドルは俺聞いてないだけど、いつの間に変わったよね。そうですね。最初はそうね、フルバックかなんかだと、もうちょっと低かったのからこうなってハイになってる。お客さんの要望で変わるいろいろと変わっていった形ですね。とにかく息子さんと来られて一緒に乗りたい、とあとは、もうじき納車なんですけど、6月のとあるイベントが地元の方にあるということで、それに間に合うようにということで、来月の初めに一応納車予定で、もう少しやらんといかんかな。カバードにして、枕とかどうなんだろう。
やれだからまあここらもね色をそうですね塗装とかどうするか、その辺をお客さんに聞きながらどう仕上げていくか、まああとは少しだね、残すところね、その変更の話がこう作っていく道中であったようですけど、うちでバイクを買おうかなっていう方もご覧になってると思うんで、変更はどのぐらい融通が利くんですか？まあ言われれば全て全てまあ間に合う限り、通り過ぎちゃってる作業はまあそうだね、まああまりもう全てっていうとやっぱり手間が2回かかるんで、時間によっては全然いいです、間に合うんであれば、で間に合わないというか作っちゃったものに対してはちょっとごめんなさいっていう場合もありますし、その辺だったら他のバイクでもね、流用効くかなっていう時であれば形であれば、まあ受けるっていうこともありますし、結構ケースバイケースではそうですね、まあそれはまあちょっといろいろな前後左右のバランスというかね、状況を判断してっていうことになりますね。でも気持ち的には全部やるぐらいのつもりで間に合えば全部ですよね。でも最悪というか、ご本人様が納期が遅れてもいいし、お金が追加でかかっちゃってもいいぐらい、もうどうしてもそれはでもやってほしいって言えば、まあそれはそれにかなうようにしていきます。という感じということで、分かりました。ご来店の回数的には遠方なんで少ないですけども、まあ来られた時は来られましたね。どんなタイミングで来られたんですか？ポジション合わせと、あとはまあ若干変更点を伝えにとか、そんな感じですかね。やっぱポジションはなるべく一回来てほしいとこですかね。そうですね。決定前にはちょっとじゃあタカさんまたいで見てもらってもいいですか？タカさん身長は何センチですか？174。174。手の上げ具合はいかがですか？ほどほどでいい具合ですね。いい具合ですか？で多分 K 様も自分よりはまあスラッとしてる方で、高いかもしれない。高いかもしれない。で、印象に残ってるのはジーパン履いてきてたのかな。で結構足の長い方で、かっこいいですね。ポジション的にはこれはミドルなんですけど、足が長い分こうすごいいいバランスになってる。で、まあ羨ましいなと思いながら見てました。今肘が肩とまあ平行ぐらいですかね。このぐらいまでならあまり疲れない。でも手が肩よりもちょっと上だから、ちょっと下ってるから、長距離は確かに手が血が下がるというか、気合でじゃあ乗るところですね。ぶっちゃけ工具持って2分の1持ってれば若干疲れたらプルしちゃえば下がるし手前に来るし、それいいですね。行きと帰りでポジション変わったりしたらだいぶ楽ですよね。なるほど。まあかっこよさにかなうものはないと熊さんがいつも言ってますからかっこ重視でじゃあこんな感じのポジションです。まあテーマやれなんで、まあ、難しいですよねって感じで、やれ具合がってことですか？もう結構ボスはその商談をすごい回数してきてて、そのお客様のやれ具合の表現も汲み取れるようにはどんどんなってるわけですよね。ちょっとね段階分けはあるんだよね。綺麗やや綺麗、まあど真ん中普通、でやややれまあそこそこやれ、やれこんな感じ。5段6段ぐらいな感じですかね。K 様は一応やれ、まあそこそこあたりのやれだったと思うんですけど、やっぱりこうパーツが新品どうしてもやっぱり組まれちゃうんで、そことのやっぱバランスっていうのは少し時間で風化させる、まあなじませる必要が、まあそういう意味ではこのパーカーライドなんかは1年もすれば、うっすら錆が出ていい感じになったりするんでね。このボスのナックルが
これがパーカーだね。キャップがパーカライズドの、これどのぐらい経ってますか？これはだからもう1年ちょっとぐらいかな。ちょっと明るくします。1年ちょっとぐらいでパーカー出したやつが、このぐらいの。そうこれもそう。なんかこう表面にさらっと錆びてるような。そうそう、薄錆びがねつくんだよね。まあやっぱりこう風を受けるとこういう面が早く。はいはい、こんな感じになっていくよと。じゃあそんなところでしょうか。そうですね。はい、じゃあエンディング撮っていきます。新潟県の K 様、長らくお待たせしました。待っていただいている間に、今年初めに能登半島地震、という新潟の方ということで辛いこととか悲しいことっていうのが少なからずあったんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、このアーリーショベル乗ってその間だけでも気分が晴れたらなという思いで作りましたので、ぜひ楽しんで乗ってください。この動画が、面白かったり興味を持った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。よろしくお願いします。オードマックス。